¿Eh? Norina. ¿Cómo se cambió? Uy. Me muero. Lo hacía bañar. Ay, me muero. Qué felicidad, boludo, para Al saber eso, ¿sabes? Va, para los dos en realidad, pero... El panda otra vez. ¡No! ¡Ah! Claro. Era buena idea igual, ¿eh? Uh-oh. いろいろあったぞ。フィリー総長は南、ファルマン准尉は北、ブレダ少尉は西へ飛ばされた。ホークアイ中尉は大総統好き補佐だそうだ。なんだそりゃ。手のいい人質じゃねえか。座りたまえ。今この部屋には。 Es que igual es muy rara la situación. Claro, es como raro. Una amenaza muy pasiva. Eso estaba pensando yo, igual que la maestra pensaba yo. Oh. Winry. リゼンブール生まれ、君たちの幼なじみで家族にも等しい存在。腕利きのオートメイル技師。
今はラッシュバレーで働き、客にも仲間にも恵まれて Qué hijo de puta. 素直ないい子だ。あいつに手を出すな。周りの人たちにもだ。で、どうするね。いらんというなら切って捨てるが。Es que por ahora no le queda otra. よろしい。話は大体わかりました。それで今まで通りそちらの監視官にいる代わりに元の体に戻る旅を、僕らの旅を続けさせてください。お願いします。構わんよ。余計なことさえしなければね。マスタング大佐はどうする。まさか軍を辞めるなどと言い出さんだろうな。Ay. そうですね。飼い犬になっても負け犬になるのは耐えられませんな。 何より私の野望のために軍服を脱ぐこともこれを捨てることも今はできそうにありません。よろしい。皆下がっていいぞ。 Qué hijo de puta よ igual. ろしいでしょうか、閣下。なんだね、大佐。ヒューズを殺したのはあなたですか。 Ay. いや、私ではない。では誰が。一つという約束だ。 Oh. 失礼します。なあ、待ちたまえよ、アルフォンス君。何か。 Ah. いや、 Y sospechaba que había algo por cómo tosió. No sé cómo no le atravesó la espada, te digo, ¡Ay, no! そうだ、大佐。金、小銭貸してくれ。なんだいきなり。いいから。しけてやがんな。 Tacaño. まあいいや。じゃあな。おい。ごめん、大佐。後でいろいろ報告する。なんだ一体。いた、注意が。注意。いかがなされました、大佐。顔色が悪いです。 No. 女性との待ち合わせ場所に筋肉ひげだるまが立ってて血色良くなる男がいるか。大佐、注意。ご無事でしたか。 Ay. すみません。 El amor. 僕愛注意。ただいまお手洗いから戻りました。アームストロング少佐のご好意に甘え、少しの間交代を。ありがとうございました、少佐。なんの。逃げなかったのか。何があっても諦めるなと言ったのはどこのどなたですか。 No. 後で逃げた方がマシだったなんて言うなよ。注意。何を今さら。はい、もしもし。エド？どうしたの急に。またオートメイル壊したの？ちげえよ。お前、無事か？元気にしてるか？変わったことないか？怪しいやつにつけられたりとかしてないか？エド。なんだ？気色悪い。Ay, mi vida. Claro, ahora se preocupa. Ay, los amo. 本当に大丈夫なんだな。 Ah. じゃあな。とりあえず無事だった。こういう必死さがつけ込まれる好きになるんだよな。 Ay, no. Tiene un panda dentro de la boca. 何の用だ。お前のダチに頼まれた。リンに真の言葉か。なんて書いてあるんだ。 Ah. 知らん、嫁。こいつを待ってる女に渡してくれとよ。 Ay. 後をつけてきて、その女を殺すとかじゃないだろうな。んなせこい真似するかよ。それに女と戦う趣味はねえ。俺は嘘をつかねえのを信条にしている。じゃあな、頼んだぞ。おい、リン。グリードだ。
Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Pobre Scar, está atrapado todavía. あれは何者だ。この国を疲弊させてまで内乱を起こす必要がなぜあった。誰だ。誰か。あー、バルコ。怪我をしているのか。降りてきてくれないか。外の状況が知りたい。大丈夫だ。しばらく見回りも来ない。それに私は医者だ。君の怪我も見よう。イシュバール人か。その額の傷。まさかお前がすか。貴様は何者だ。ここで何をしている。はい。神よ。私もイシュバール殲滅に加担した錬金術師だ。No. Ay. 大丈夫だ。命に別状 F はない。 Marco. しばらく安静にしてりゃ治るだろう。よかったよかねえよ。勝手に患者増やしやがって。ベッドとソファー占拠されて、今日から俺はどこに寝りゃいいんだ。Ay. 大体この二人も家の中。ダメだよ、まだ寝てなきゃ。若は一緒じゃないのか。大丈夫、生きてる。伝言を預かってきた。ランファ Ay, ¿qué dice? 賢者の石を手に入れたと。 Ay. これで我が一族が。そうだ、一刻も早く国に帰って皆にこのことを知らせねば。若はどこに。 Es que no es tan fácil, boludo. ¿Cómo mierda le explicas todo lo que なぜ pasó? 黙っている。まさか若の身に何か。答えろアルフォンス。若はどこだ。体の調子はどうだ、グリード。あんたがラスか。調子はいいぜ。聞いたか。この体、真の王子だってよ。皇帝になる力を手に入れたくて、自ら俺を受け入れやがった。面白い野郎で。誠の王とは何ぞやと、その王子に問答したことがある。王は民のためにあるもの。民なくしてはありえないなどと抜かしおったが、バカめ、欲をかいて全て失ったではないか。やかましい。人間をなめるな。 Oh. そういうわけよ。こいつ好きあらば俺を乗っ取ろうと。 Tremendo que pueda como controlarlo. Re zarpado. というのか。どこまでも強欲な人間よ。大総統がホモンクルス。我が輩はこの国の弱き人民のために戦いたいと思っていました。多くの者がそう思い、軍を信じ席を置いております。なのにその軍が。軍をやめてはどうだ。君の性格ではいても辛いだけだろう。こんな戦いは間違っています。閣下。Ay. 運命に背きか。もうよい。代わりの国家錬金術師を呼べ。 No. で我が輩は戦いから逃げました。軍のやり方は間違っている。そう思いながら。ですがその間違っている者とこそ戦うべきだった。あれから今日この日まで信念を曲げ逃げた己を恥じなかった日はありません。今また軍が戦場というのなら我が輩一人どうして尻尾を巻いて逃げられましょうか。 Ay. Con el rabo. 大佐はこれからどうなさるのですか。大総統には野望があるからまだやめんと言ってやった。
大総統が自らホムンクルスであることを私に明かしたということは、自分を倒したとしてもまだ後ろがいると暗示したということだ。試されている。光栄じゃないか。意外と余裕です。どうかな。ただラストとかいうホムンクルスと戦った時もそうだったが、兵器だ化け物だと言われる自分が本物の化け物と戦っている時にこそ、己がただの人間であることを実感できるよ。そうか。若は自ら賢者の意志を受け入れたのか。Ay, mira. ごめん。僕たちが止めていれば Te contaron todo. 謝る必要はない。護衛の役目を果たせなかった自分に腹が立っているのだ。若はまだそのグリードというやつの中にいるんだな。アルフォンス、腕が欲しい。今すぐに。そんなすぐだって。オートメール技師を紹介してくれ。頼む。はい。ウィンリー。分かった。なるべく早く紹介するよ。でもその前に体力をつけないと。ノックス先生にご飯をもらって。もう起きて大丈夫なの？メイちゃんだっけ？メイ？Ay. ¡A la mierda! さすがヤオ家の番犬。そういうお前はちゃんの番犬。No. 第17王女、メイちゃんです。この国に来たということは、狙いは不老不死。あなたたちにだけは渡しません。お前はたどり着くことすらできる。El panda, me muero. 喧嘩はやめてって。この国の事情に口を出さないでください。Pobre Al. 舐めるなよ。そのセリフ、そのままお返しします。 Las garritas. 何やっとんじゃこら。Ay. 病人はおとなしく寝てろ。 Corta. てめえの国の事情なんざ知るかバカ野郎。 Está re harto, no quiere saber más nada. これ以上うちを散らかしてくれるってのか。 Está re podrido. 医者の家から未知の病原菌が出て全員死亡。あるよな。 Ay. 本当に散らかり放題だ。誰か片付けてくれる人はいないのかな。先生、これ。ん？ああ、こんなところにあったか。家族の写真じゃないんですか？別れた女房と息子だ。なんだよ、俺のものをどうしようが俺の勝手だろうが。ちっ、片付けたらコーヒーでも飲んでけ。 Oh. 来てくれて助かったわ。何しろこのありさまでしょ。どうしようかと法にくれてたとこなの。あれ、そういや術が使えてる。Ah. いやー、お疲れ様でした。これで修復はすべて完了です。しかしさすがは国家錬金術師。そこいらの術師とは格が違いますな。実は午前中、近場の錬金術師に復旧を手伝ってもらったんですが、そいつらの使えないことときたらもう自信満々で現場に入っておきながら、いざ始めたら術が使えないってな。午前中、俺たちが地下にいた頃か。錬金術師さん、ありがとう。ありがとう。No. エンビーの言ったことを本当に信じていいのか。あれが肉体も精神もないただのエネルギー体だって。しっかりしろ。これから先のことを考えるんだ。あの時俺とアルだけじゃなく他の術師たちも錬金術が使えなくなっていた。でもあの豆女とスカーが使うことができた。どういうことだ。
俺たちのとは違う錬金術。 Sí. その秘密を聞き出せば、あるいは賢者の石を使わなくても Ojo. アルの体を取り戻し、あのヒゲ野郎に対抗することが。 Estoy que tiene la pistola. 注意に返さなきゃ。 Ay, qué linda canción de fondo, así como bien chilly, bien tranquilita, ok. El capítulo estuvo bueno, pero como tranquilo. La verdad que creo que la parte como más potente, así por decir, fue la parte en donde Bradley habla con Roy, con Ned y con Al. Que yo creo que hay alguien que lo dijo en el chat, que la verdad que es verdad, es un villano, para ser un villano es muy tranquilo. Entonces es como que llega esa parte donde decís, no parece malo, pero obviamente que todo lo hace por el simple hecho de que ellos sirven como parte del sacrificio. Entonces siento que estuvo igual dentro de todo bastante tranquilo el capítulo. No sé, estuvo como chilling, igual también con risas, con alguna que otra risa. 私は奴らに協力させられてきた。賢者の石を作り、多くのイシュバール人の命を奪った。 No. 私はさらに多くの犠牲を出すであろう実験に協力させられようとしている。だから頼む、私を殺してくれ。 No, que lo mate. 私は死をもって奴らに一矢報いる。 Uy, qué fuerte, te la regalo. 私には Eres un dios, no. Encima justo Scar. ま Justo. だイシュバールの話を全て聞いていないぞ。貴様らあの地で何をやった？全て話せマルコ。この右手が貴様を破壊するうちに。 Ay, no. Igual, fíjense que Marco también ha sido un personaje que le han pasado por 800 cosas por la cabeza. Debe estar re harto de todo. Y encima, yo creo que el punto débil de Scar es hablar de Dios, literalmente. Porque creo que algo que nos lo vienen diciendo hace bastante tiempo. Entonces es como el punto débil de Scar. Entonces, pobre Marco, igual que tipo, literalmente quiera morir porque ya no da más con todo. Y sí, boludo, la parte donde revive Gulam es muy raro. Es como un sentimiento de que se me hace raro, me da asco, pero al mismo tiempo me sorprende. Es como que todo eso junto, no sé cómo explicarlo. Pero, o sea, igual siento que el capítulo, le digo, como le decía al principio, siento que estuvo como bastante tranquilo. Está bien que capaz, después de los demás capítulos nos dieron mucha información, ahora está más chill. Creo que una de las cosas también a mencionar es que Ed se puso a pensar de que porque Scar y la nena arveja podían usar la alquimia y él no. Entonces ahí también hay un punto en tener en cuenta. Yo creo que le voy a dar un mate de... Le vamos a dar, tal vez, sí, vamos a darle 3 mates de bronce. Creo que está bien porque siento que fue hasta ahí, como que estuvo bastante tranquilo el capítulo dentro de todo. 結局軍人になったのか。やはりまだお前に炎の錬金術は早いな。まだ Ojo. ですか。結局今日まで錬金術の基礎しか教えてくださいませんでした。当たり前だ。軍の犬になり下がるようなやつには基礎を教えることですらもったいないわ。錬金術は大衆のためですか。先生、周辺諸国の脅威にさらされている今、軍の強化こそが急務です。国民を守るために錬金術は。そんな言い訳は聞き飽きた。私には耐え難いのです。先生ほどの方がこんな極貧にあえいでいるなんて。国家資格を取ってください。そうすればさらなる研究が。研究はとうの昔に完成している。なんですって。最高最強の錬金術だ。使い方によっては最悪にもなりうる。それを完成させ、そして満足してしまった。錬金術師は生きている限り真理を追い求めずにはいられない生き物だ。考えることをやめたとき、錬金術師は死ぬ。
Ay. 私はとうの昔に死んで Ay, no, qué feo. 先生若い先生娘を Ay, no. 私の研究は全て娘が すみません。何から何までお世話になってしまって。気にしない No. でいい弟子として当然だ何かあったらいつでも軍部に訪ねてくるといい君も私が軍人になったことを軽蔑するかい確かに Bertoldo. いつか路傍でゴミのように死ぬかもしれないそれでもこの国の礎の一つとなってみんなをこの手で守ることができれば幸せだと思っているよいや青臭い夢を話してしまったいいえ、素晴らしい夢だと思います。 Ah. みんなが幸せに暮らせる未来、信じていいですか？ 父 Oh. の夢を託していいですか？ Oh. No. ハヤテ号、ダメ。 Uy. ごめんなさいね。いや、よくあることだから。 Ojo. 聞いたよ。大相当好きだって。ええ、 Oh. 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 かなりハードだったみたいね。 ¿Qué? 人は撃ってないよ。撃たずに済んだ。 Ok. いや、撃てなかったんだ。ダメだよな。覚悟がないから迷惑かけてばっかりで。 何かあったの？ スカーが Uy, tengo una re 軍 teoría. 兵の両親の敵だったんだ。あの時 Mm. 心底嫌だって思ったんだ。急に銃が怖いものに見えてさ、気がついたらあいつスカーを殺したいくらい憎かったと思うんだ。後で見たこともないぐらいワンワン泣いてた。 Oh. ほんとダメだ。あいつのこと少しも分かってなかった。生きて帰ってこれたからこその悩みね。 Mm. でも生き延びなきゃダメよ。大切な人のためにも。守ってあげてね。大好きなんでしょ？ ¡Ay! ¿Qué culpa tiene el perro? ただの幼馴染み。家族みたいな。守るとかなんとか当たり前っちゅうか。 ごめんなさいね。これ重荷になっちゃったわね。 Él se delata muy rápido con lo que siente. Es muy fácil. 注意はさ、重荷に思ったことないの？ 重いとか軽いとか今さら言う資格私にはないもの。 Mm. 過去に人の命をたくさん奪ってるから。 Ay, mi vida. この道を行くって決めたのも自分だから。 イシュバー Mm. ル。イシュバールの話聞いていいかな？ 話してもらおうイシュバールでお前たちが何をしたか。 イシュバールは岩と砂だらけの厳しい土地。そんな土地だから戒律の厳しい宗教と強靭な民族が生まれたのは無理からぬことでしょうね。でもアメストリスに併合されたことで一部の人々は不満を募らせていた。 Ah. そんな折一発の銃弾により不満は怒りとなってイシュバール全域に広がったの。 Ay, Dios. 暴動はやがて内乱となり7年もの長きにわたって続いた。そして1枚の書類が全てを決定したの。
大総統令3066号イシュバール殲滅戦の開始を告げた。No. その紙切れがまさに地獄だった。空気は不臭と硝煙、 Ay, Dios, qué horrible. 砂は流れた血で重く湿ったわ。 Ay, Dios. 普通の兵士なら弾を乱射してその一発が偶然人の命を奪うこともある。でも狙撃は違う。 No, alguien 必ず morirá. 人が死ぬ。 ¡Oh, tremendo! 結果がこれほど明確に結びついているのは狙撃兵と国家錬金術師だけだわ。我が名は鉄血の錬金術師バスクグラン。鉄と地、すなわち兵器と兵士、この身こそ戦の先駆けに並んで何とする。 Dios. Ay, la cara, boludo, pobrecito. Qué cosa. Qué cosa tener que hacer algo que realmente no querés. Y tenés que hacerlo porque si no, estás yendo en contra de los valores de otra persona, ¿entendés? De las personas que son el top. Ah. ロイマスタング。お前も来てたのか。久しぶりだな。しかし目つき変わっちまったな。そういうお前もな、人殺しの目だ。 Es que todos los que están ahí se consideran. Ah. 士官学校でこの国の未来についてみんなで語り合ったっけな。ああ、美しい未来をな。 Me mata la sangre. Ay, no, お no. 手紙です。うん、ありがとうよ。なんだ、俺の美しい未来さ、グレイシアって言うんだ。セントラルでずっと俺の帰りを待っててくれてる。 Ay. 一人でずっと。他の男がちょっかい出したらどうしよう。いや、俺みたいないい男を置いてグレイシア。 Ay, lo amo. しかし Su personalidad es top. 一つ注目しておく。映画や小説でよくあるパターンだ。戦場で恋人の話を持ち出したやつはすぐ死ぬ。お前な。これで明日まで生きていけるんだ。 Ay. この手紙だけが明日を夢見させてくれるんだよ。いつ終わるともしれないこの戦場で。まさに出口の見えない戦争だ。国がどれだけ兵力を投入しようとも、この砂漠は水のように吸い込んでいくだけだ。苦労をして制圧して何が残る？やっぱり砂だけじゃないか。ああ、 No. 内乱の鎮圧にしちゃ徹底的すぎる。お久しぶりです、マスタング少佐。覚えておいでですか。なんてことだ。この人も人殺しの目になってしまった。 Es increíble cómo les cambió las caras, boludo. Tremendo. Y se re nota. ¿Viste, boludo? Son las mismas. Para mí son mellizas. Esa es mi teoría. ください少佐。国民を守るべき。 Bueno, en realidad no. なぜ国民を Antes y el después, seguramente. 人に幸福をもたらす錬金術がなぜ人殺しに Al principio era mi teoría esa. それが国家錬金術師の仕事だからです。な O sea ぜ que después 国 entendí. 民を守るべき軍人が国民を殺すのか。それが兵士に与えられた任務だからです。違いますか？割り切れというのか、この惨状を。
そうですね。例えば、お嬢さん、私はいやいややっている。そういう顔ですね。Creo que la mayoría está ahí sin querer. 相手を倒した時、当たったよしと自分の腕にうぬぼれ、仕事の達成感を感じる瞬間が全くないと言い切れますか、狙撃手さん。 Ay, pobre. それ以上言うな。私からすればあなた方の方が理解できない。戦場はそもそも敵を殺す場所です。その覚悟もなしに軍服を着たのですか。死から目を背けるな、前を見ろ。あなたが殺す人々のその姿を正面から見ろ。そして忘れ Ay, る Dios, está re traumada, 敵もあな pobre. たのことを忘れない。おっと、時間ですよ。仕事に行かなければ。俺も行かなきゃな。じゃあな、ロイ。ヒューズ、お前はなぜ戦う？簡単だ。死にたくない。 Es que claro. ただそれだけだ。理由はいつだって単純だよ。 Pasa que en ese momento de... Ay. Te debes replantear un montonazo lo que estás haciendo. この戦いの理由は何だ？ Es que sí, olvídate. 理由あったんだ。恐ろしい理由が。 Ay, Dios. No. No. Ay, qué horrible. No. 血を持って賢者の石を作ったというのか。 Sí. その石をどうした？ゾルフ・J・キンボリー少佐。グレンの錬金術師の手に Oh, 長い黒髪を束ねた冷たい目の男か。 sí. Ese mismo. そして戦局がたった一つの石で変わった。ああ、いい音だ。体の底に響く実にいい音だ。脊髄が悲しく踊り、鼓膜が歓喜に震える。それも常に死と隣り合わせのこの地で感じることのできる喜び。なんと充実した仕事か。 No. いい音だ。 Boludo. 賢者の石。 ¿Qué tan loco tenés que... desquiciado y mal de la cabeza tenés que estar para... Dios. 選別の完了は時間の問題だったわ。その時、石原教の大僧正、ローブローのために Blanca. 大総統の前に立ったの。おお、貴様一人の命で残り数万の石バール人を助けろと？いかにも。 Oh. 私はうぬぼれるな。貴様一人の命と残り数万の命とで同等の価値があると？ Qué asco pensar así. Dios, qué bronca me da, boludo. 一人の命はそのもの一人分の価値しかなく、それ以上にもそれ以下にもならん。替えはきかん。殲滅もやめん。この人でなしか神の鉄槌が下るぞ。神だと？さて不思議な。この状況で未だ私に鉄槌は下らぬではないか。あと何人、いや何千人石バール人を殺す。 ¡Ay, Dios! 神とは所詮人間によって作り上げ A ver, hay algunas cosas que tiene razón en lo que dice, pero es que... 私に鉄槌を下したくば神の手など借りず自らの手で行い人間。 Es como que... No termino de empatizar con todo el tema de la guerra y esas cosas, Dios. 私たちは故郷に帰れることになったわ。結局俺たち兵隊はゴミみたいなもんか。ああ、
一人の力などたかが知れている。ならば私は自分で守れるだけ。Es que, sí. ほんのわずかでいい。大切なものを守ろう。下の者がさらに下の者を守る。小さな人間なりにそれくらいはできるはずだ。Qué cosa, boludo. イシュバールであんな思いをしたのに、結局この道を選んだのか。はい。錬金術が言う通り、この世の断りが10日交換ならば、新しく生まれてくる世代が幸福を享受できるように、その代価として我々は屍を背負い、血の川を渡るのです。君を私の補佐官に任命する。君に私の背中を守ってもらいたい。わかるか？背中を任せるということはいつでも後ろから撃てるということだ。私が道を踏み外したらその手で撃ち殺せ。君にはその資格がある。ついてきてくれるか？了解しました。お望みとあらば地獄まで。Ay, ella siempre fiel, yo la amo. でも大佐が軍人のトップになっても、この国が軍事国家であることには変わりないじゃないか。そうね。Es que sí, también. 今はほぼ軍の傀儡となっている議会を、あるべき方に戻し、民主制に移行する。軍事国家時代の海をすべて絞り出さないと、この国は新しくならない。Igual es muy complicado, o sea. 例えばイシュバール殲滅戦の戦争犯罪人を裁くことになるかもしれない。Ojo. そう。乱世の英雄は平和の世においてはただの大量殺戮者よ。大佐はそれを承知で上を目指してんのか。そんなの自滅の道じゃないか。あの内乱の裏で糸を引いていたのはホムンクルスだろう。原因がホムンクルスだとしても、実行したのは私たちよ。Claro. 死から目を背けてはいけない。 Es muy complicada la situación también. なぜなら彼らは殺した私たちのことを決して忘れないから。Justo, las mismas palabras. 私たちの心配をする前にやることがあるでしょ。アルフォンス君もあなたも元の体に戻ること。たくさんの人たちがその日が来るのを待ってくれてるはずよ。絶対戻ってみせる。アルと一緒に。ノックス先生、お邪魔しました。鎧さん。いろいろ助けていただいてありがとうございます。鎧じゃなくてアルフォンス・エルリック。エルリックってエドワード・エルリックっていたでしょ。小さい錬金術師。僕でque estabas enamorado. 訳あって体を持っていかれちゃったけど、あれの弟ってことはあれにそっくりなのかしら。しっけえな。兄さんよりうんと身長高いに決まってる。顔だってあんなにきつくないし、喧嘩だって兄さんより強い。でも短気じゃない。ジェントルマン。 No me enojo tanto. Ay. 早く体が戻るといいですね。Es muy chiquita la nena, chat, como para andarse enamorando. Ok, a ver, este fue un capítulo tal vez un poco más informativo en lo que fue la guerra, que en sí es algo que de a poco nos iban contando, pero hubo como un poco más de información. Yo siento que, a ver, es un punto un poco muy difícil ponerse, o sea, de qué lado ponerse, porque realmente la guerra es algo que yo particularmente nunca voy a entender, jamás. Yo creo que en varios capítulos lo dije, porque básicamente el anime se trata de mucho de la guerra y estas cosas, entonces desde que empecé a verlo intenté decir, a ver cómo mierda me lo tomo, pero soy una persona que no puede entender cómo alguien puede firmar un papel donde diga exterminen tal lugar, ¿entendés? O quemen tal lugar entero, maten a todos.
es como que no termino de entender. Pero lo que sí entiendo es que las personas que tienen máximo poder dicen A y las personas que tienen menor poder van a hacer ese A. Entonces es algo que hay a veces que a las personas que están en bajo poder o bajo rango tienen que cumplirlo porque por A o por B tienen la muerte. Entonces también es muy complicado ponerse, porque yo no soy militar, nunca fui militar. Conozco a mi papá nomás que fui militar, pero la verdad que nunca le pregunté su posición cuando era más chico. Ahora que lo pienso, le voy a preguntar. Le voy a preguntar a ver a mi papá qué pensaba él cuando fue militar. La verdad que nunca le pregunté. Y gracias a Dios que lo tengo vivo. Mi abuelo también fue militar, mi abuelo ya falleció. Nunca le pregunté, pero porque tampoco es algo que salga de tema de conversación, ¿no es cierto? Pero le voy a preguntar a ver cómo se tomaba él las órdenes que recibía. Incluso yo creo que mi abuelito, que ya no está más, él habrá pasado mucho más que mi papá, pero me hubiera encantado preguntarle. La verdad que nunca me había puesto a pensar que es un tema muy interesante cómo se tomaban ellos la responsabilidad y los cargos que tenían en ese entonces. Entonces yo creo que tal vez investigando más por ese lado uno se puede llegar a entender qué es lo que pasa, pero acá yo desde mi silla sentada cómodamente desde mi casa viendo un anime no puedo entenderlo. Como nos mostraban recién a Risa, a Roy y a los demás, que estaban con una cara como diciendo yo no soy un asesino, pero es que lo tengo que hacer, es horrible, boludo. La verdad que es muy feo ver, o sea, está buenísimo cómo cambiaron de persona, pero quieras o no es parte de su pasado, entonces también es muy complicado cargar con esa carga de decir, en mi pasado maté mucha gente. Estuvo bastante bueno dentro de todo. Siento que igual que Ed, me encanta que se preocupe tanto por todo lo que tenga que ver con la guerra, porque siento que también, fuera de que por una parte tenemos lo de él y Al y sus cuerpos, también tenemos lo de la guerra, que todavía quedan muchos cabos sueltos, creo yo, porque por ejemplo, como había dicho recién Ed, que en realidad lo de la guerra lo habían provocado los homúnculos o monóculos, qué sé yo, todavía no sé pronunciarlo, pero claro, lo que decía Risa es que en realidad ellos lo provocaron, pero nosotros lo llevamos a cabo. No terminás ahí de decir la puta madre, por qué tuvieron que pagar, pero bueno, yo creo que igual más adelante se va a terminar de entender todo. Otra cosa más que también nos mostraron, la parte de Scar y Marco hablando, es que Marco le contó a Scar que la piedra se había hecho con sangre de los isvalíes, ¿se pronuncia? No me acuerdo muy bien si se pronuncia así. Entonces eso también, obviamente, boludo, si yo fuera Scar, ¿sabés cómo? Literalmente me repegaría la noticia o lo que me esté diciendo en ese momento, porque se notaba que era un pueblo que literalmente era su familia. Vamos a ponerlo así como para que se entienda lo que quiero decir. Como que se conocían todos, básicamente. Entonces, obviamente, igual también le pegó por la parte de que por esa piedra estaba el otro alquimista que habíamos visto antes, Kimble, que él fue el que literalmente en ese momento se come la piedra y dice, ¡pum!, mata a todos. Y bueno, justo estaba el hermano y Scar ahí. Entonces también obviamente a él le repegó, boludo, también. O sea, no es que es algo muy pasable, digamos, pero bueno. Pero nada, igual el capítulo estuvo bueno. Yo creo que de puntuación le daría... Fue tranquilo. No vimos mucha acción, lo que sí vimos fue mucho contexto, mucho lore de lo que es todo el tema de la trama de la guerra. Así que yo creo que por eso le voy a dar un mate de plata. Dentro de todo están haciendo bastante tranquilo los capítulos. O sea, muy tranquilo, muy chill. Como que no se está quedando bastante quieto dentro de todo por ahora la trama de los homúnculos y todas esas cosas raras que todavía no terminamos de comprender. Y el señor barbudo. Pero bueno, nada, eso. Marco sensei, gohan desu yo. Are, shizuka da ne. Se lo llevó entonces. Shibaru no koto omoidashite naiten no? ¡No se lo llevó! ¡Lo decapitó! ¡Eso es lo peor, boludo! ¡A la mierda! ¡Tremendo! Les juro que pensé que Scar se lo iba a llevar. Boludo, le arrancó. Igual yo creo que estaría de acuerdo con lo que haga Scar. Como decía antes, no es una noticia leve, boludo. Es una noticia re fuerte. Entonces es como que...
Pobre Marco, igual, buen PJ, que en paz descanse. Pobre Marco, no sabía qué hacer con su vida, pobrecito, igual, pero también hay que entender que Marco era un personaje que tal vez para nosotros pasaba re desapercibido, pero para realidad para todo lo que es la historia es re importante, porque él sabía mucho de la piedra. Todo lo que sabía Marco se lo dijo a Scar, entonces ahora Scar sabe un poco más. Pero es que literalmente Marco era muy importante para todo lo que tenía que ver con la piedra y esas cosas. Entonces, y lo que decían antes es que Marco podía ayudar a literalmente destrozar el mundo si era posible. Pero bueno, nada, la verdad que igual pobre Marco, boludo, que en paz descanse.